皆さんこんにちは、沢渡一馬です。今回は指の比率と形状を徹底的に理解するというテーマでお話ししていきます。今回はこんなお悩みを解決するための内容です。手に苦手意識があるなとか、手の形や比率がよくわからない。こんなお悩みを今回は解決していきます。この原因としては、手が難しいという時、このお悩みの原因の多くは手のひらではなく指に関するものが多いのではないでしょうか。ということで、今回の動画で指に関する書き方のポイントをしっかり押さえていきましょう。この動画を見るメリットとしては、手や指の長さの比率がわかるということと、指のディテールが理解できるという2点です。参考資料としては、今回はスカルプターのための美術解剖学という本を用います。このチャンネルでは、趣味の人でもプロの人でも、とにかく絵が上手くなりたい人に向けて、書籍などから得た有益な情報を発信していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。ポイントとしては、指の比率と指の形の2点です。続きは実際に書きながら説明していきます。まずは指の比率から始めていきましょう。まず最も大まかな比率として手の甲と指先の比率があります。これは1対1の長さです。最も長いのが中指なので、ざっくりこんな感じになるんではないでしょうか。次に指の関節ごとの長さの比率についても触れていきます。で、まず指には3つの関節がありますが、この関節の呼び方は指先から手のひらに向かって数字が大きくなっていきます。ここが第1関節、ここが第2関節、ここが第3関節です。指先から第2関節までと第2関節から第3関節まで、ここの長さがおおよそ6対4になります。比率に合わせて直していきます。6対4なので、ちょっと指先が長くなります。残りの部分の比率も説明していきます。ここが1としたとき、ここが 0.75、ここが 0.5、という長さになっています。最後、爪の長さは指先から第一関節までの半分。ちょうどこの辺りになっています。では、残りもこんな感じの比率で書いていってみましょう。形を整えるとこのような感じになります。では次に、指の形のポイントを2つ紹介します。まず、横から指を見たとき、ちょうど、こんな感じの指があったとします。で、このように関節があるわけではありません。実はこの上のシワの部分と下のシワの部分がまっすぐ垂直になっているわけではないんです。ご自身の指を観察してみるとわかるんですけど、シワというものは第二関節の部分は確かに上下のシワは垂直にありますが、実は第一関節の部分はこのように上の部分がちょっとだけ先の方にあって、下の部分はちょっとだけ根元の方にあります。逆に第一関節の部分は上のシワは根元の方に、下のシワが先の方にあります。なので第二関節をからまっすぐ下に下ろして、ここから放射状に伸ばしていくとちょうどいいシワの関係が書けます。このような感じになりますので、シワの位置関係のズレを意識してあげると自然に書けます。そして次に指の形です。指はウインナーのように円柱になっているわけではないんですね。今回は大まかにポイントを根元と指先、これらの形をお伝えしていきます。根元の形は台形っぽい形をしています。そして指先の形はちょっと三角柱っぽい感じとなっています。ちょっと円柱というよりはちょっと三角柱に近い感じなんですね。こういう感じです。これを意識して書いてみると、絵がよりそれらしくなると思います。そうだ、最後におまけ。これはアニメし塾さんの最速で絵が上手くなる本に載ってたんですけど、立体的な手を描くときは指の正中線を意識する。そうするとより立体的な手になるそうです。こんな感じでしょうか。正中線を使って考えてみると、指の曲げる方向とかって間違いにくくなりますよね。こういう効果はあると思います。ではまとめていきます。まず指を理解するポイントは指の比率と指の形の2点です。まず比率については一番大まかなところ、手のひらと指先は1対1、そして
第2関節から第3関節までを1としたとき、第1関節から第2関節までは 0.75、指先から第1関節までは 0.5、指先から第1関節までを1としたとき、指先から爪と爪から第1関節まではそれぞれ 0.5 となっています。次に指の形です。指の上下のシワの位置は第2関節からまっすぐ下ろしたところから放射状に伸ばしていくとちょうどいい位置関係になってくれます。最後に指の形については、根元が台形っぽい形で、指先が三角柱っぽい形と覚えておくと、よりリアルなそれらしい指が描けるようになるはずです。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。